空港で元 NBA 選手を待っていたのは逮捕状だったぜ。搭乗案内じゃなくて逮捕状って一体何が起きたのよ。場所はフロリダ州のフォートローダーデール国際空港だぜ。日付は2025年7月27日。旅の途中で日常が止まったんだ。空港でいきなり身柄を拘束されたら何が何だかわからないわ。逮捕されたのは元選手のマーカス・モリス・シニアだぜ。ただし逃亡を企てていたと示す事実は報じられていないぜ。普通に移動していたところ、州外の逮捕状で止められたのね。そうだ、逮捕状を出したのは遠く離れたネバダ州だったぜ。ネバダ州ってことはラスベガスが関係しているのかしら。その通り、発端は2つの高級カジノの信用枠だったんだ。借金の話だけじゃないの？どうして逮捕まで進むのよ。そこが今回の核心だ。単なる支払い遅れでは済まなかったぜ。カジノ特有の信用取引が刑事手続きへつながったとされる。一つ目は MGM グランド。金額は11万5000ドルだ。それだけでも一般家庭には想像しにくい金額じゃん。二つ目はウィーン、ラスベガス。こちらは15万ドルだったぜ。合わせると25万ドルを超えてしまうわね。25万ドルどころか、正確な合計は26万5000ドルだぜ。数字を丸めると1万5000ドルもの差が隠れるのね。巨額という言葉だけで済ませず、金額を直視する必要がある。結末だけ言えば、全額返済後に訴追は取り下げられたぜ。なら、逮捕されたから有罪になったという話ではないのね。その区別は絶対に必要だ。逮捕と有罪判決は別物だぜ。でも、空港で拘束された時間まで消えるわけじゃないわ。そうだ。なぜ返せる金が逮捕前に処理されなかったのか。2024年の利用から始まる約1年間の先送りを追うぜ。突然起きたように見える事件のその前を確かめるのね。最初の節目は2024年5月の MGM グランドだぜ。報道では11万5000ドルのマーカーを利用したとされる。マーカーってカジノで使う特別な借用書みたいなもの？認可カジノが客へ提供する無利息のギャンブル用信用枠だ。つまり自分の口座から現金を下ろすのとは違うのね。そうだ。信用を受けてカジノで使うチップを手にするぜ。手元ではチップでも裏側には返済義務が残っているわ。一般的なクレジットカードと同じ感覚では扱えない制度だ。見た目が遊び道具でも実態は期限のある信用取引なんだぜ。長い付き合いだ。少しくらい遅れても話はつくだろう。今の言葉は制度説明用の再現で、本人の実際の発言ではない。本人がその場で何を考えたかは確認できないものね。ただ、現金を数えずにチップを得る仕組みは理解できるぜ。出の感覚が薄くなる可能性はあっても、断定は禁物ね。大切なのは審議の決めつけより、書類に残った金額と期限だ。感覚がどうであれ、11万5000ドルの義務は消えないわ。カジノ側との関係が長くても、契約の効力とは別問題だぜ。常連向けのサービスという名前だけで安心できないのね。借金と呼ばなくても、返さなければ手続きは進んでいくんだ。翌月の2024年6月、もう一つの信用枠が加わったぜ。ウィーン、ラスベガスで15万ドルを利用したとされている。前の11万5000ドルに、さらに15万ドルを重ねたのね。2件を合わせた26万5000ドルが後の争点になった。一度に生まれた金額じゃなく、2つの取引の合計なのね。そうだ。施設も利用時期も分けてみないと流れを誤るぜ。5月の1件と6月の1件が別々に残っていたわけね。華やかなチップの裏に2本の返済時計があったとも言える。片方だけ処理しても、もう片方の期限は止まらないわ。収入の大きさに関係なく、債務ごとの管理が必要なんだぜ。でも、マーカーはいつまでに返すことを想定しているの？クラーク文の説明では、通常は短期間の返済を想定している。典型的には約30日とされるが、個別契約の確認が必要だぜ。何ヶ月も好きな時まで待てる制度ではないということね。常連だから期限が消える。なんて仕組みではないんだ。返済日を自分の都合だけで読み替えたら危険じゃん。期限をよぎれば、カジノ側は回収の手続きを進められるぜ。その手続きが、普通の督促だけでは終わらない場合もあるのね。ネバダ州には、未払いマーカーを扱う専門部署まである。地方検事局の不渡り小切手部門が対応を担っているんだぜ。信用枠の話が、どうして小切手の重罪容疑につながるの？マーカーでは、支払いに使う小切手の扱いが重要になるぜ。本件では、その小切手が資金不足になったと報じられている。単に未成の付けが残った
という見え方とは違うのね。ネバダ州法はカジノ信用を得るための小切手も対象にする。口座に十分な資金がなければ刑事手続きの問題になるのね。ただし、容疑が出たことと有罪が確定したことは別だぜ。ここでも報道された容疑と最終結果を分けて考えるわ。資金不足の経緯や恋の有無を勝手に補ってはいけない。確認できるのは資金不足と逮捕状が報じられた流れね。次の節目は2025年3月、最初の逮捕状が出たとされる。利用からおよそ10ヶ月後まで問題が残っていたのね。報道では資金不足小切手に関する重罪容疑を含んでいた。その時点でもうカジノ内部だけの話ではなかったのね。そうだ、返済の先送りが法的な手続きへ移った段階だぜ。逮捕状が出ても本人がすぐ拘束されるとは限らないの？いつ、どこで執行されるかは状況によるが、効力は残る。日常が続いて見えても見えない場所で進んでいるのね。借金を見ないふりしても書類と手続きは消えないんだぜ。本人が通知を読んだ時期までは決めつけられないわね。さらに2025年6月、別の逮捕状が出たと報じられた。こちらも資金不足小切手と高額窃盗の重罪容疑を含んだ。3月の1件だけで終わらず6月にも手続きが重なったのね。2施設の取引がそれぞれ深刻な問題へ進んだ形だぜ。家族が何を知っていたかは報道からはわからないわ。そうだ、家族が隠した、見逃したとは断定できない。未開封の封筒や着信はあくまで制度説明用の再現なのね。実際の通知方法や確認時期を示す証拠としては扱えないぜ。事実と再現を混ぜないことがこの事件を見る前提ね。その上で期限後も問題が解消しなかった流れを見るんだ。そして2025年7月27日、逮捕状が空港で執行されたぜ。3月と6月の手続きが7月のフロリダで現実になったのね。ネバダ州の逮捕状に基づき、州外で身柄を拘束されたんだ。旅行先だから無関係というわけにはいかないのね。フロリダの審理では、州外事件である点も問題になった。保釈の設定は認められず、ネバダへの移送が焦点になったぜ。借金の処理を後回しにした結果、移動の自由まで止まったのね。ただ、空港にいた理由を逃亡と結びつける根拠はないぜ。普通の移動中に執行されたという事実だけを見るべきね。ここまでが2つの信用枠から空港逮捕までの時系列だ。では、なぜ危険な先送りが起きやすいのかを考えるぜ。金額の大きさだけでは審理の仕組みまでは見えないわね。モリスは逮捕後、マーカー利用自体は認めているんだ。一方で、詐欺を目的にしたものではないと否定していた。利用したことと騙す意図があったかは別の話ね。さらに、過去から高額利用してきた関係にも触れている。その関係が考慮されると思った趣旨を公に述べたんだぜ。長い関係があるから今回も話がつくと思ったわけね。ただし、その期待と契約上の期限は同じものではない。相手への期待だけで返済期限を書き換えられないものね。財布の大きさより期限をどう受け止めたかが分岐点だぜ。ここで働きやすいのが危険を小さく見る正常性バイアスだ。異常な状況でも今回だけは大丈夫と思ってしまう心理ね。過去にも払えた。だから今回も待ってもらえると考える。すると、今すぐ動く必要はないという判断につながるぜ。一つずつは自然に聞こえても連鎖すると危険じゃん。過去の成功が現在の安全を保証するわけではないんだ。昔払えた実績と今の口座残高は全く別の話よ。期限の日に使える現金があるか、それが現実の基準になる。将来の収入や昔の年俸では今日の小切手はうずまらないわ。有名人の生涯年俸から私生活の資産を推測するのも禁物だ。稼いだ総額と自由に使える現在の現金は一致しないものね。もう一つの落とし穴は信用枠につける名前なんだぜ。借金じゃなく常連向けサービスと考えてしまうことね。同じ返済義務でも呼び方が軽いと危険も小さく見える。マーカーという言葉だけでは借金の重さが伝わりにくいわ。チップに変わった瞬間も裏側では信用取引のままだぜ。遊びのお金に見えても返済期限は現実に残っているのね。関係性への期待も制度上の責任を消す理由にはならない。常連だから待つはずという予想だけでは守られないわ。相手がどう対応するかより契約文書を先に見るべきだ。口約束への期待より書面の金額と日付を優先するのね。名前を変えて安心せず債務として見える形に戻すんだぜ。家族側にも似たような正常化が起こることはあるわね。本人は稼いでいるから大丈夫と考えてしまう場合がある。カジノ側と話がつくだろうと傍観してしまう可能性もある。ただし本件の家族がそう考えたという証拠はないぜ。ここは事件の家族像ではなく一般的な家庭の注意点ね。家族だから責任を負えという単純な話でもないんだ。責めることと危険な債務を共有することは別だものね。
秘密を暴くより、金額と期限と通知を確認する仕組みがいる。感情的に問い詰めたら、かえって情報が隠れることもあるわ。事実を紙に出し、対応期限から逆算するのが現実的だぜ。まだ大丈夫という言葉を記録で確かめる必要があるのね。空港での逮捕後、拘束は短時間では終わらなかったぜ。モリスは拘置施設で2日以上を過ごしたと報じられている。返済できる可能性があっても、拘束中の時間は戻らないわ。移送の問題がある間、予定していた移動も中断された。旅行カバンを持っていた日常が放置施設で変わったのね。逮捕状が出てから対応すればいい。では遅いとわかるぜ。資金不足が判明した時点なら選べる対応も多かったはずね。ただし、当時の資金状況や交渉内容までは確認できない。だから払えたのに故意に放置したとは断定しないわ。確認できるのは未解決のまま逮捕状が執行された事実だ。拘束後、弁護側は多額の送金を進めたと説明している。 MGM ブランドへ11万5000ドルを支払ったのね。そしてウィーン、ラスベガスへ15万ドルが支払われた。2施設への支払いは合計26万5000ドルになるわ。さらに約2万6000ドルの回収費用も払ったとの報道がある。先送りすると元の金額以外の負担まで増える場合があるのね。ただし、その回収費用は報道に基づく数字として扱うぜ。数字の出所を分けて確定以上のことは言わないわけね。支払いが進んだことで事件の法的な結末も変わった。ここからが逮捕と有罪を混同しないための重要部分ね。支払い後、詐欺と窃盗に関する措置は取り下げられたぜ。つまり有罪判決で終わった事件ではないということね。そうだ、金を払った結果、裁判は訴追取り下げで終わった。逮捕されたという理由だけで犯罪者と決めつけるなよ。容疑が報じられた段階と最終的な処分は分けないとね。一方で、空港で拘束され、2日以上を失った事実は残る。返せば時間も移動予定も巻き戻るわけじゃないものね。家族関係や仕事上の損失があったかは確認されていない。離婚や破産、契約消失を勝手に物語へ足すのは禁止ね。言えるのは、法的な逮捕報道が残り得るという一般論までだ。最後に、家庭でまだ大丈夫を止める方法を整理するわ。ネバダ州のマーカーは、民事の借金だけで終わらない場合がある。対象額が1200ドル以上なら、重罪となり得る制度だぜ。だからこそ、問題が小さいうちに事実を共有する必要がある。逮捕状が出てから慌てるのでは、選択肢が狭くなるんだ。確認するのは、借入額、返済期限、届いた通知の3つよ。記憶や口約束ではなく、契約書と口座記録で照合するんだぜ。まず1つ目、家族に伏せた債務がないか一覧にするのよ。カジノ、消費者金融、カードの残高と期限を全部並べるわ。本人の収入が多いという説明だけで確認を終えるなよ。常連だから大丈夫と言われても、契約の日付を優先するのね。2つ目、督促や資金不足の通知は受け取った日に確認する。裁判所や検察からの文書なら放置せず専門家へ相談だぜ。現地法に詳しい弁護士や公的な相談窓口へ連絡するのよ。相談は逮捕状の後ではなく、資金不足が分かった当日だ。3つ目、現金予算と信用額の上限を別々に決めておくわ。現金で使える額と借りられる額を混同しないことだぜ。追加利用には家族か第三者の確認を入れる仕組みにする。自制心だけ任せず、利用前から停止線を作っておくんだ。責める前に金額と期限と通知をテーブルに出すのよ。借金は見ないふりで消えず、見えない場所で手続きが進む。本人が稼いだお金だからと危険まで見過ごさないことね。家族が管理者になるのでなく、事実を共有できる形を作る。感情より先に書面を見るだけでも先送りの連鎖を止められる。本件の容疑は返済後に取り下げられているぜ。逮捕は有罪判決を意味せず、依存症の有無も未確認だぜ。身近なまだ大丈夫に気づく事件簿、これからもオフは続きが気になるならチャンネル登録してね。